かつての F1 はほとんどのチームがタバコメーカーをメインスポンサーとし、その潤沢な資金を獲得していました。彼らのロゴが全面的に押し出されていたマシンのデザインは非常に美しく、今見られなくなったのが惜しいです。では、現在どのような会社が F1 のスポンサーになっているのでしょうか。レッドブルは米国のソフトウェア会社のオラクル、メルセデスは言わずと知れた石油会社のペトロナス、同じくアルファタウリも石油関係の PKN オーレン、アストンマーティンも石油関係のアラムコ、そして米国の IT 企業のコグニザント、アルピーヌはオーストリアのベストウォーターテクノロジー、アルファロメオはオンラインカジノのステーク、ハースが国際的送金ネットワークサービスのマネーグラムとなっています。このように F1 のメインスポンサーはかつてのタバコメーカーから石油関係や IT 企業に様変わりしていることがわかります。タバコ広告に関しては広告が禁止されている国もあり、各チームはロゴを隠すなどの対応を見せていました。近年では無煙タバコが主流となっており、マクラーレンはブリティッシュアメリカンタバコのベロをスポンサーとして獲得しており、開催国によっては別のスポンサーのロゴを出すなどの対応をしています。タバコメーカーも様々な抜け道を模索しているような気がするので、今後は無煙タバコブランドとして F1 にロゴが復活することはあるのでしょうか。皆さんはタバコ広告についてどのような意見をお持ちですか？個人的にはタバコとアルコールを比較した場合、当事者の体を危険にさらすのがタバコで、第三者を危険にさらすのがアルコールだと感じています。もちろん、タバコには匂いや身体的被害の副流煙があり、アルコールにも身体的被害がありますが、どちらにも共通するのは、その本人次第で自制ができるということです。広告を出すことで、人体に危険をさらす可能性を考えれば、地球温暖化につながる石油企業、ギャンブルの要素もあるオンラインカジノや仮想通貨も F1 にはふさわしくないと言えるかもしれません。F1 のグローバルパートナーの一つにハイネケンがあり、グランプリにより大きな看板が至るところに確認できるので、やはりタバコよりもアルコールは安全という見解を示していることがわかります。タバコ広告の禁止は、グリッドガールを女性蔑視で廃止したことと同じような気がします。それによってどのようなメリットが生じているのでしょうか。自分はしていたくせに、公園でボール遊びはするな、騒ぐなと問題視し、街中から公園自体がなくなっているのと同じではないでしょうか。おそらく、タバコ広告、女性蔑視、そして日本の公園問題に至るまで、その問題を提起し始めたのは、各国の高齢者だと思いますが、本当に彼らの意見は正しいのでしょうか。その答えは永遠に出ないかもしれませんね。そんな中、現在の F1 で勢いを増しているのが、仮想通貨企業によるスポンサー進出です。では、どれだけ彼らは F1 に進出しているのでしょうか。実際、F1 の公式のグローバルパートナーの一つに、仮想通貨会社のクリプト .com があり、ハイネケン同様に、グランプリによって大々的に彼らのロゴが確認できます。ウィリアムズは仮想通貨取引所のクラーケンを獲得してキャンペーンなどを展開しています。クラーケンと同じ仮想通貨企業のバイビットがレッドブルのスポンサーになっているのはお分かりですよね。バイビットはレッドブルに対し年間60億円近いスポンサー料を支払い、契約期間は3年となっています。フロントウイングやリアウイングをはじめ、至るところに彼らのロゴが確認できますね。レッドブルは仮想通貨に関連するブロックチェーン企業のスイマーケットともスポンサー契約を結んでおり、IT 企業のオラクルをはじめ、ネット系の企業と巨額なスポンサー契約を結んでいます。さらに、マクラーレンも米国の仮想通貨取引所 OKX とスポンサー契約を結んでおり、この目立つロゴは皆さんも目にしていますよね。現在最も勢いのあるマクラーレンですが、資金的にも着々と地固めをしているのがわかります。このように、現在の F1 は仮想通貨の会社から巨額な資金が流れていることがわかりますが、これには明らかにリスクもあります。昨年までメルセデスのスポンサーだった仮想通貨会社
FTX が破綻し、多くの被害者を出し、世界的な問題に発展しました。当時のメルセデスは、シーズン中にもかかわらず、この問題に巻き込まれていました。両者は2021年から長期的なパートナーシップを結んでいたので、両者の関係は2年経たずに、あえなく強制終了となりました。当時、FTX の CEO はこう語っています。故意に詐欺を行ってはおらず、詐欺を行ったとは考えていない。こうなることは望んでいなかった。私は確かに自分で思っていたほど有能ではなかった。すべての仮想通貨会社がこうとは限りませんが、同じような人物が立ち上げた会社も少なくないことでしょう。レッドブルは、昨年限りでブロックチェーン企業のテゾスとの契約を更新しないことを発表。フェラーリもブロックチェーン企業のベラスとの契約を打ち切っています。特にベラスは、フェラーリのマシンにデカデカとロゴが貼られており、個人的にはかっこいいと感じていただけに残念です。テゾスのロゴも、もうおなじみでしたよね。今シーズンに入っても、アルピーヌのスポンサーである、米国の仮想通貨会社バイナンスが、財務上の不正の疑いで、米国連邦政府の監視機関から訴訟されていることが発覚しています。仮想通貨、暗号資産の会社には、顧客から預かった資金の流用、個人化が懸念されています。レッドブルはテゾスとの関係を打ち切った後に、さらに同業他社と巨額な契約を結んでいるので、彼らの業界の勢いを無視できず、それに便乗しようとしていることがわかります。フェラーリやメルセデスに至っても、今後、良い企業が良い提示をしてきたら、断ることはないように感じています。これらの仮想通貨、暗号資産は、タバコやアルコールのように、人体に悪影響を及ぼすことはありませんが、顧客の大事な資産を溶かしてしまう危険性があります。そうなった場合、タバコやアルコールのように、ごく少数による提訴ではなく、多くの顧客からの大規模な訴訟問題に発展する可能性を秘めていると言えます。F1 の各チームは、世界的なイメージを尊重、重視しているため、巨額なスポンサー料にかかわらず、問題発生後、即座に関係を解消すると思います。スポンサー料が前払いされているなら、F1 チームの損失は最低限で済みますが、後払いの中で訴訟問題が起きると、彼らはスポンサー料の回収が困難になり、結果的にタダで彼らの広告をマシンに貼っていたことになります。F1 チームが仮想通貨の会社を取り込んだのは、2019年のレッドブルのフューチャーコインが最初となります。そこから4年しか経過していませんが、すでに FTX が破綻し、テゾスとベラスの契約は更新されませんでした。今後、仮想通貨の会社が長年にわたって F1 のスポンサーを務めることはないと感じていますが、訴訟問題などにより F1 の各チームのイメージが下がらないことを願います。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。